こんにちは、ミトチャレ TV の愛です。今回の舞台は、両国。東京都墨田区に位置し、隅田川に面した下町エリアです。相撲の町として知られる両国国技館をはじめ、江戸の歴史や伝統文化が息づき、ちゃんこ鍋などのグルメも豊富、アクセスも便利です。伝統と現代が調和する魅力あふれる両国の街をぶらり散歩しながら、今日はホテルでのんびり過ごそうと思います。はい、ということで、まずは街ぶらからしてみたいと思います。JR 両国駅の目の前に国技館があります。今日は取り組みが行われていないのですが、お休みの時も売店と展示室は見ることができます。せっかくなので中に入ってみましょうか。国技館にやってきました。せっかくなので中に入って見学したいと思います。はい、まず売店の方から見てみましょう。営業時間は10時から3時までです。そして店内は相撲ファンにたまらない商品がたくさん並んでいましたよ。アイスとかもそうだけど、人形とか、あとお茶碗とかグラスとかね、そういったものも置いてありました。かわいいよね、なんか。そして私がやっぱり気になったのは、ちゃんこ鍋とカレー？食べることが好きなんでね、やっぱりこのあたりが一番気になりました。せっかくなので国技館カレーとちゃんこ鍋を購入。続きまして展示室を見ていきましょうか。館内には相撲の歴史や化粧回し、番付表、力士の写真などが展示されていて、私はそんなに詳しくないのですが、とても興味深い内容でした。駅を背に国技館通りを進んでいくと、旧安田庭園にたどり着きました。旧安田庭園は、江戸時代に大名庭園として作られた潮入り回遊式庭園です。かつては隅田川の水を引き入れ、潮の満ち引きによって景色の変化を楽しめました。都会の真ん中にいながら静けさを味わえる癒しのスポットです。すごい大きな鳥。すごい亀がいる。見える？亀さん発見？すごいかわいい。亀さんがたくさん優雅に泳いでいましたよ。亀さんが泳いでる。この公園すごい。すっごいいっぱいいる。そして大きい。こんにちは。ヤッホー。すごいかわいい。水の生き物たちすごいいっぱいいる。旧安田庭園さんは無料で開放されていて、気軽に江戸の風情を感じられるのも魅力ですね。庭園を出るとすぐに刀の博物館があったので、ちょっと覗いてみました。刀剣博物館は日本刀の魅力を間近で感じられる重要なスポットです。国宝や重要文化財に指定された名刀をはじめ、刀装具など幅広い展示があり、日本の歴史と美を体感することができます。現代建築のスタイリッシュな館内で、伝統とモダンが調和した空間を楽しめるのも人気の理由のようです。私は刀は詳しくありませんが、この長細いプラチナのような刀に魅了されました。とても美しいですね。さてさて、博物館を出るともう目の前は隅田川です。ホテルに行く前にちょっとだけ眺めました。綺麗ですね。もう隅田川だ。なんかリバーサイド来ると井上陽水さんのリバーサイドホテルが浮かぶよね。誰も知らない夜明けが明けた時、ゲートホテルさんのところからチケットを購入して水上バスに乗ることができます。時刻表をもらいました。
ということで、明日はちょっと遠回りになりますが、水辺ラインで帰ろうと思いました。はい、ということで、街ぶらしまして、本日のお宿に到着。本日は JR 両国駅前にある両国ビューホテルさんです。都内では珍しく、全室ベランダ付きのホテルです。どんなお部屋かな？それでは中に入っていきましょう。チェックインを終えて7階にやってきました。本日の私のお城は715号室。それではオープン。はい、お部屋に到着しました。ではルームツアーです。お部屋全体の雰囲気がこんな感じです。非常に明るい。そして作りがちょっと変わってて、入り口入ってすぐセーフティーボックスとかお茶のセットとか冷蔵庫があります。冷蔵庫割としっかり入りそうです。電気ケトルとかグラスもあります。入り口横すぐ全身ミラーとハンガー、バゲージラック、ドレッサー兼デスクですね。結構なんか昔ながらって感じ。空気清浄機もあります。はい、テレビ、コンパクト。だけどすごい場所を取らなくていいですね。ベッドはふかふか。なんか両国っぽい。で、ビューホテルさんは全室ベランダ付きです。まあそんなにすごい素敵な景観ではないんですけど、一応ね、奥の方に川、隅田川が見えます。では、お手洗い見ていきましょう。はい、お手洗いとバスルームです。多分リフォームしてるのかな。一応ね、綺麗なんだけど、若干昭和感を感じます。はい、シャンプーリンス、コンディショナー。アメニティは珍しくホテルのお部屋の中にありました。お部屋もね、すっごい綺麗なんだけど、どこか昭和の香りがするのはなぜだろう。ドライヤーはナノイー。はい、ボックスティッシュ、電話。はい、こちらがナイトウェアです。はい、以上ルームツアーでした。今時刻は18時ぐらいです。だいぶ涼しくなってきましたね。絵画みたいなね。すごい両国っぽくて素敵。ここもよく見るとね、おしゃれなの。そして今ですね、間もなく8時でございます。実はお店を予約していて、個室で居酒屋が食べられるところ。はい、日本語ちょっとおかしかったですけれども、個室でお食事が食べられる居酒屋を予約しました。ということで、歩いてね、1キロぐらいあるんですけれども、街ぶらしながら向かいたいと思います。こちらの橋は両国橋です。隅田川に架かる3つの橋のうち、最も古い橋だそうです。ここから見る夜景がとっても美しく、スカイツリーも綺麗に見えました。そして別の橋からは屋形船なんかも見えて、夏の風情を感じることができます。浅草橋周辺にやってきました。人気のあるお店いっぱいありますね。両国から浅草橋まではだいたい1キロぐらいかな。今夜は居酒屋トミさんにお世話になります。はい、ということで個室に案内いただきましたが、すごいのよ、ここ大人気すぎて、周りのね、ざわざわざわっていう声がかなり入っちゃってますが、ちょっとお付き合いください。ちょっとボリュームで小さめにしますね。星マークがついてるのがおすすめなんですって。この壁に貼ってあるフレンチトーストも気になりますが、まずはビールで乾杯。冷え冷えで美味しかったです。そしてね、このお店はね、一人でも個室が予約できるのでいいなと思ったのでチョイスしました。そして周りの声に圧倒されつつお通しをいただきたいと思います。なんかのお肉と、はい、ピーマンをディップする感じのお通しです。おしゃれですね。さっぱりしていて美味しいです。そしてサラダを注文したらこんな大きいのが届いちゃいました。これ一人で食べられるかな？パリパリサラダです。こんなに量が多いのに680円。安い。何がパリパリなのかなと思ったら、サラダの上にね、ポテトチップスみたいなものがたくさん乗ってて、これがパリパリするからパリパリサラダなんだと思います。
これはね、お子さんも好きな味でした。美味しかったです。野菜嫌いな人もたくさん食べれちゃいそう。そしてこちらは馬刺しの炙りです。美味しそう。では、ちょっと辛みのあるタレをつけて、このままいただきます。むちゃくちゃ美味しいです。火がね、通ってるから、なんか安心。これはビールに合う一品じゃ。そして、アジフリャーン頼んじゃいました。人気のメニューみたいだよ。ドヤーンレアです。生でも食べられるアジを使ったアジフリャー、贅沢ですね。はい、本気のアジフライということで、本気を見せてもらいましょう。まずレモンを絞ります。はい、で、お塩で食べるスタイルです。じゃあちょっとね、食べてみましょうか。いただきます。あなたの本気、見せてもらいます。実食。本気、伝わりました。やるじゃないか。これね、何かね、私喋ってるんだけど、ほぼお刺身って言ってます。それだけね、新鮮っていうことだと思います。ということで、ソースがなかったんですけど、もらいました。2杯目のビールを乾杯しつつ、ソース味で今度はね、味を食べていきたいと思います。やっぱりさ、フライって言うと私はやっぱ、ソースが欲しくなっちゃうのよ。でね、もちろん美味しいんだけど、これだけ中がね、生だと、やっぱりね、塩とレモンの方が、相性がいいなと思いました。衣にはやっぱりね、ソースとの相性が抜群なので、両方ね、味わうといいかななんて思います。このお店の人気の理由が伝わったんじゃないでしょうか。これだけね、手が込んだお料理で、しかも安い、量が多い。このアジフライだって大きいアジフライが4つついて880円だよ。かなりお得です。ちなみにね、この馬刺しはね、炙りなんだけど、どちらかというとね、ステーキっぽかったかな。レアのステーキっていうぐらい火が通ってて、でもそれが逆に程よく美味しかったです。なんか炭水化物も食べたいなと思ってたんですけど、なんか今ここではいいかなと思って。なんかね、やっぱりね、ちょっと騒がしいんだよね。一人でしっぽり飲むには、賑やかすぎるお店かなっていうことで、ワイワイみんなで飲みに来るのはいいなって思いました。で、なんか食べたいなと思ったけど、今考えてたのね、結局これを飲んだらお部屋で飲み直そうかなって思いました。ということで飲み干して、ごちそうさまでした。全部美味しかったです。店員さんから日本一の挨拶をいただき、お店を後にしました。はい、お店から出てきました。美味しかったです。なんかね、人気店すぎて、人がいっぱいいる空気がですけど、ちょっと早めに出てきちゃいました。スカイツリーが綺麗です。なんかでもさ、外に食べに来なかったらこの景色に出会うことはなかったから、すごい出てきてよかった。はい、ということで徒歩15分くらいでホテルの前に到着です。ちなみにホテルの前にもいろいろなお店がありますよ。はい、お部屋に戻ってきました。なんか外が楽しかった。外を歩いて散策して。居酒屋はね、本当に人気店すぎて、なんかみんな仲間でワイワイっていう声が聞こえて、多分ね、仲間で行ったら楽しいお店かなって思いました。ちょっとね、本当にね、人気すぎて、声がわーわーっていう感じ。そうそう、だから一人で静かにしっぽりっていう感じではなかったけど、お料理はとにかく美味しかったです。お刺身で食べられるアジをフライにしてるのが分かったし、馬刺しもすごく美味しかったです。4000円ぐらいかな。リーズナブルで、ちょっと久々に居酒屋行きたいなと思ったのと、なんか口コミがすごい良かったので、スタッフの人の対応がすごい良かったので、楽しみました。ということでね、ちょっとね、本当にね、暑いの今日外が。だからね、ちょっと一回シャワーを浴びたいと思います。そしたら、飲み直そうかな。はい、着席。氷はね、ちょうどお部屋の目の前が製氷機になっていて、このカップごと置いてあるので、こうやって持ってこれます。すぐ持ってこれるから、いいね。じゃあ、ハイボールタイム。今日もお疲れ、はい。クールダウン。
そしてちょっとおつまみ今日はね、これ食べてみたくって。やっぱり国技館といえば焼き鳥でしょ。で、お弁当っぽくなってるやつは売り切れてたんだけど、缶詰はね、売ってたので、ニューデイズさんに開けてみます。こんな感じになってます。ちょっと温めるのめんどくさいので、このまま食べます。では、いただきます。これ美味しい。400円以下だったと思います。温めはね、ちなみに缶のまま温めちゃダメです。あ、こっちで飲んじゃった。こっちで。なんかさ、ちょっと私 YouTube 向いてないのかもしれないんだけど、なんかさ、撮影許可が下りてもさ、お店の人が OK でもさ、ちょっとさ、見切れちゃう時あるでしょ。で、なんか自分だったら映り込んじゃうの嫌だなと思うじゃないみんな。だからさ、なんか気使っちゃうんだよね、周りに。YouTuber 向いてないのかもしれないけど。そうそう。どっちみちモザイクに隠すにしても、自分が映り込んでたら嫌だなと思う人が多分多いと思うね。あとさ、なんかこう、外でね、じゃあ今日もありがとうございました、パーってやるときに、後ろの人がパーって撮ったときに、こう振り返ってるのがバッチリこう、カメラ目線になってるのが映っちゃったりとか、振り返られることがすごい、なんか自分は気づいてなかったんだけど、動画の中にしっかり映り込んじゃってて、自分が思ってる以上にやっぱり周りは、こうね、まだまだ YouTube で変わってるからなのか、今日もありがとうございました、またねっていう時にこうすれ違った人がパッてこうカメラめちゃくちゃ見てるみたいなのとか、あとこうお食事してるシーンにやっぱりこの辺ちょっと映っちゃう時に女の子たちがこうやって手振ったりとか気づいてないの。編集してる時に、あ、やっぱりそうだよねっていう。あとこうやってこの辺でこう指さされたりとかしてるのを後から気づくんだよね。自分が思ってる以上になんか見られてんだなって思うと、なるべく皆さん映らないようにしなきゃいけないかなって思ったりとかね。そうするの。ちゃんとね、消してるんだけどね。皆さんには見えないんだけど、そう。こうやって、YouTube じゃないみたいな感じのやつ。で、実際コメントでもね、YouTuber さんかなと思って僕映ってましたって言われたこともあって、皆さんね、一般の方映らないようにみたいな感じがあるんだよね。美味しい。そう、だから今日個室落ち着きました。では2本目乾杯。こぼしちゃいました。そしてね、密かにこっそりずっと食べてるのがあって、じゃがりこもんじゃ明太もチーズもんじゃ焼き味。もんじゃ焼き屋さんすぐそこにあるんだけど、ここに行ってもよかったかもね。ちょっと1個の量が多いからたくさん食べれないけどね、種類はね。その後、いろいろね、ペラペラ喋ってるんですけど、長くなるのと、ちょっとこの話はね、今度話そうと改めて思ったので、今回はちょっと割愛、ショートカットさせていただきました。じゃあ、これを飲んで、もうお休みしたいと思います。おやすみなさい。おはようございます。朝です。時刻は6時25分。良い天気です。昨日こちらに伺った時は西日がすごかったんだけど、朝の方がいいですね。朝食会場は2階です。はい、時間は7時から10時まで大銀杏のお部屋でいただきます。では、朝食のラインナップです。ちゃんこ鍋もありましたよ。そして定番のおかずや、はい、自分で作るホットドッグなどもありました。パンも豊富です。
朝食の定番サバや温泉卵、冷ややっこなどもあります。おにぎりもありましたよ。そして私が持ってきた朝食がこちらです。ちゃんこ鍋やおにぎりがあるのが嬉しかったです。では、いただきます。まずは体に優しいオクラ料理から。続きまして体に優しいサバ。そして体に優しいちゃんこ鍋。せっかく両国に来たから夜ちゃんこ鍋食べたかったんだけど、お一人様からの注文が OK なところが見当たらずでした。だから朝ちゃんこ鍋が食べられてよかったです。お相撲さんの絵画を見ながら食べる朝食、両国らしいですね。これはチキンかな？これすごい美味しかったです。肉食だからね。おにぎりを箸で食べるというね、なんとも不思議な光景ですね。朝からたくさん元気をつけさせていただきました。どすこい、ごちそうさまです。はい、まもなくチェックアウトの時間が近づいています。今ね、まだ時刻は9時10分ぐらいなんだけど、9時半ぐらいに出ようと思っています。お世話になりました。ピコリーノ。通常のチェックアウトの時間よりも早めにホテルを出て水上バス乗り場にやってきました。ビューホテルからは5分くらいの位置にあります。目印はゲートホテル。ゲートホテルの目の前が乗り場になっています。そして停車駅なんですけれども、両国から乗ると浅草に行ったり、あとは東京タワーの方に行ったり、そしてお台場にも行けるので、移動を楽しみながら広範囲で楽々観光したい人にもいいかなって思いました。ちなみに私は越中島で降りることにしましたよ。10時5分に乗って越中島は10時50分に到着です。一人によって値段が変わるのですが、私は800円でした。では、いよいよ乗船です。船の中は屋外と室内があったんですが、暑いのでね、私は室内にしました。なんだかレストランみたいですね。めちゃくちゃレストランみたい。快適です。涼しくてとても気持ちよかったのですが、ちょっとだけデッキの方にも出てみようかな。この階段を登ると屋外に出ることができます。すごい気持ちよかった。いよいよ出発です。早速スカイツリーが見えてまいりましたよ。ジェットスキーをやっている方もいらっしゃいます。気持ちよさそうですね。船に乗っているとたくさんの橋に遭遇するんですね。その度に説明をしてくださっていて、橋が大好きな方にもぴったりな、水上バスでございます。ちなみに船の中には自動販売機やお手洗いもありましたよ。東京に住んでいながらこんなに素敵な船があるなんて初めて知りました。あっという間の45分でとっても楽しかったです。乗ってよかった。ということで今回は船の中からクロージングしたいと思います。今回も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。このチャンネルでは旅やグルメを中心に新しい動画をどんどん発信していきます。あなたのグッドボタンとチャンネル登録の応援が次の動画制作の励みとなりますので、ぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ミドジャレ TV の愛でした。